どうも皆さんこんにちは。夏目さんちのさやです。皆さん、この画面、夏目さんちを見てくださってる方はわかるでしょう。そう、今回ドッキリです。ドッキリなんです。いやね、なんかもうね、ずっとドッキリずっとしたかったの。だけどさ、なんかさ、いいドッキリがさ、思いつかなくてさ、さや重たいいいドッキリが全然思いつかなくて、で、あとやっぱり夏目さんちってやっぱね、ずっと2人でいるから片っぽの準備がねバレちゃうっていうか違うんだよな。ゲンさんは早起きできるから準備できるんだけど、私早起きできないからで、そんな過酷なね環境の中ね、ついに私は思いついたわけですよ、ドッキリをね。よし、そんなこんなやっとさやさんがたどり着いたドッキリはこちら。ででん。動画を見ている最中に妻が書いた動画広告が挟まったらどんな反応するのか。イエーイ。オレチでございます。これはね、ちょっと思いついたんですよね。YouTube 見てるとやっぱ広告挟まるじゃないですか。最近結構ほら、イラスト系の動画とかさ、バリエーションめちゃめちゃ増えてるじゃない？夏目さんちはね、結構動画を見る頻度がやっぱり多いので、ちょっとプレミアムには入ってるんだけど、この前ね、なんか、たまたま動画広告が流れた瞬間があって、それでね、ひらめいちゃったのよね。一緒に動画を見ている時に、これ明らかにさやが作ってる絵だよなー。でも広告だよなー。みたいな、そんな状況の時ゲイさんはどんな反応をするのかっていうのをね、すごくやってみたくなりましていやね、でもね、あの男慌てないんだよ。大慌てしてるとこが見たいわけ、やっぱり。なので今回はね、さやさんが、こんな感じの映像を作りたいですっていうのをうちのスーパーディレクターユッシーラにちょっとお願いしまして、絵コンテ的なのを作って、それに必要なイラストデータを石楽に渡して、広告風動画を石楽に作ってもらいまして、それで夏目さんちの動画一緒にチェックしないみたいなことを私が言って、で、あれテレビで見てるのに動画が挟まるぞ、広告明らかにさやの絵じゃないっていうのまでを今回撮っていこうと思います。スーパーわらタイム。いや、急にゲンさんがね、階段ドドドドってくるからね、ちょっと2人で慌てちゃったシーンをね、ちょっと見ていただいたんですけど、いや、もうそれぐらいね、こっそりやりたかったわけよ。そうというわけで、こっそりの続きということで、今回のその偽広告の中に挟むいかにもさやさんみたいな感じの絵をやっぱ1枚入れたいなということで、はい、こんなもうさやさんの好きな丸出しな感じの男の子をね描いております。でやっぱりアナログ、さやさんいつも紙アナログなんですけど、やっぱそれで描いてるとすぐバレちゃうので、パソコンでねデジタルでこうシャシャッとこう描いて、クリスタを頑張って使って描いております。いやでもね、そうこの後多分皆さんすごく思うんですけど、これ完成した後に実はこの男の子が全貌を見れるのって実はこのタイムラプスの中だけになっちゃったんでねなので、はい、この後ね なぜそうなってしまうのかすぐ分かると思うんだけど、そうよかったらこの男の子の顔ここだけしか見れてないんでじっくり見てってください。あ、そうこういうことになっちゃってるんでよく見てってくれたら嬉しいです。というわけで完成。さあこの絵でゲイさんは分かってくれるんでしょうかね。皆様お待たせいたしました。お待たせいたしましたと言ってもちょっと動画的な流れだと多分全然待ってないと思うんですけど、ついに準備が整いました。俺様おめでとうございます。ご準備が整いましたよ無事に全ての絵を描き終え、どうも我が社が誇るスーパーディレクターユシラマンに無事にかっこいい広告にしていただきました。白くん本当にありがとうございます。私絵を描くこと以外何もできなかったのですが、早速ね、じゃあその広告だけ見ていただきましょう。こちらになります。どうぞ。さ
最近疲れやすい、肩が重い、気圧の影響を受けやすい、そんな悩みをお持ちの皆さんに朗報です。それ全部解決できちゃうかもしれません。人体に現れる不調の7割以上は実は怪異のせいだという学説があるのをご存知ですか？インターネットが発達し、より不安や憎悪といった感情が世界に満ちている現代こそ、再び怪異が力を取り戻し、人々に影響を及ぼし始めているんです。弊社では公式ライセンスを持った罰女子と直接やり取りができるので安心安全。怪異が原因でなかった場合も定期病院への紹介が可能なのでスムーズ。そんなこと言われても怪異なんて怪しいし詐欺なんじゃないの？そう思ってる方、ちょっと待って。なんと現在弊社では無料相談キャンペーンを実施中。一切お金をかけずに体の不調を取り除けるんです。わけがあってもなくてもこの機会にぜひ一度超自然律事務所へご相談ください。はい、すごくない？実写のね映像を増やしてそれっぽくしてくださいっていうお願いをして、で要所要所に私が描いたなんかイラストと、あともう大ヒントで明らかにお前が描いた絵やないかいみたいなのを入れて、果たしてどんなリアクションするのかっていうのを思ったより丸出しな感じが良かったねこの後ですね、だいたいいつも週の頭ぐらいにチーナッツのスケジュールとかを決める会議をねしてるんですけど、その中でチーナッツの動画のチェックをちょっと私もしたいなみたいな感じでちょっと申し出まして、そのチェックする動画の中にユシラーくんによってもう偽広告差し込まれている動画が YouTube のそのチェックするところにちょっと準備してもらってて、まだみんなが見れないところにね、ゲンさんが今日はチーナッツの打ち合わせだからっていうのでめちゃめちゃ油断してるところを、そういう形で狙い撃っていこうかなと思いまして私がドッキリって基本的になんかみんなを巻き込んでるんですね。まずベベになんかドッキリできないかなとかつってゲンさんがいない時に言って、で石原くんに今回作ってもらって、ですでにもう今この動画をねクジラさんに編集してもらっているので、正直言うと今日の打ち合わせに参加するメンバーはもうみんな仕掛け人代わりなので知らない男ただ一人ゲン、仕掛け人だらけの打ち合わせでさあどんなリアクションを取ってくれるのか、どうなんだろう、なんかちょっと飛ばせないみたいな感じだったらどうしよう。でも一番最初に言われる言葉を予想しておこう。一番最初に言われるのはこれいつ書いてたのだな。これ当たったらさやさんにセブンのカリカリ梅買ってくださいね、ゲンさん。今日3袋分ぐらい買ったけど。よし、行ってきまーす3D アモアスのね動画がねできたって聞いてね、あれのチーナッツの方ができたって。なんかさ、最後の方のさ、自分のやつがさめっちゃ気になっちゃったからさ、チーさんも寒いよ。それ見て、シーさんも寒い。そんなに驚き？どうしたの？インフルエンザなんじゃない？あんま食べてないけど。そういうね、燃料がない。だからそれだけ見て私はさ、そんな見たい。テレビでそんな井の一番に見たいから。思わず好きなの。思わずが好きなんじゃない？自分の一挙手と特に自信が持てない。待って、これさ、これウイスキー入ってた。飲酒分じゃん。昨日。しかもさ、レッドブルとウイスキー割ったよ。ややった。いいんじゃん。すんごい変な匂いすると思ったらウイスキーだ。お仕事終わりですよ。勝手に終わらせた。まーちゃんそれ、カラちゃんどっち？歯ブラシが歯ブラシだらけなんだけど。だからさ、つけてよテレビに。わかんない。モチベ高い。モチベが高いで不安なの。よく寝れなくなっちゃうのまた。この前ねさ、めっちゃ怖い夢見たんだからね。トイストーリーマニアに乗ってると思ったらめっちゃ日本家屋のお金とかに連れてかれるそれあれじゃん。この間のやつ幽霊。ストーリーマニア。これトイストーリーマニアわかんないっていう。トイストーリーマニアが知らないんです。知らない。何の話しとんねんっていう感じなんですけど、普段私はこの回に参加しないのでちょっといろいろねごまかしでなんとか潜入に成功しました。では早速ねちょっと問題の動画をゲンさんに見せてまいりましょう。どうも皆さんこんにちは。宇宙人のチームもずく木原さんでもろこんにちは。こんにちは、ベンチ。こんにちはベンチ。3D アマズやっていくよー。イエーイ。こんな久しぶりになったよ。ちょっとこの前にもゲーム実況チャンネルバージョンの方も撮ってるんですけど、はいおもろいよ、すでに。めちゃくちゃおもろいけどめっちゃむずいこれ。むずいね。マジでむずい。インポスターめっちゃやったけど異常に難しい。見下ろしカメラじゃないからね。殺された時にインポスターが俺じゃないって言い張ってると殺意がすごい。
それではこの後とうとう問題の動画の広告が入りますよ。ちょっとゲイさんがなんかねパソコン見たり携帯見たりとかでねなんかチラチラしてるんだけどちょっと集中してほしいんですよね。一瞬なのでね。果たしてゲイさんはどうなるんでしょうかね。マジでさ、これ押せばいいの？オッケーオッケー。おい、ナイス。いよいよ広告流れます。5、4、3、2、1、いけ！最近疲れやすい、肩が重い、気圧の影響を受けやすい、そんな悩みをお持ちの皆さんに朗報です。それ全部解決できちゃうかもしれません。人体に現れる不調の7割以上は実はこの前のバグじゃない。説があるのをご存知ですか？インターネットが発達し、プレミアムや情報として不調が世界に満ちている現代こそ再び怪異が力を振り絞し、人々に影響を及ぼし始めているんです。弊社では公式解説を持った発信と直接やり取りができるので安心安全、怪異が原因でなかった場合も平均病院へ紹介が可能なので、なぜそんなこと言われても健康効果の広告なんか入んなくない？収益化は多いですよ。青になってんだ。推定公開でも。なんで？嘘。見に行くぞ。口から飛ばした？なんか口数が減った人いない？喋っていい？全然喋っていいよ。だからただ死んだ時に全然喋っていいよ。だからただ死んだ時にさリアクションしちゃいけないんだよ。検証結果スキップされるまあいっかって言われたねまあいいかもうなんか頭の中にいやでもこの後ねさやさんがこれに焦りすぎてドッキリで一番やってはいけないことをやらかしていますのでそのまま続けてご覧ください。まあいいかそういう人は。なるほどね。あ、これだ。そうだ。一旦ね、一旦。飛びの部分。どう？いるみんな。もう一回今のとこ見ない？ねえ、ちょっと待って。今さ、ちょっと今一瞬ね、考えながら見せたんだけどさ。おい、カメラ構えんなよ。待って。ちょっと待って。いや、これ、そうだよね。嘘でしょ。いや、ちょっと待って、この絵さやの絵っぽいなって思ったんだけど、今。どういうこと？何？あのさ、してんの？怖いよ、意図が分かんなくて。一番怪異じゃん、これ。危なかった。 YouTube 広告に妻が作った広告が出てきたら夫はどんな反応するのか。ピンポンなんだけどさ、スキップしないでほしいんだよね。何か思うことなかったの？いや、あったよ。だからこの絵見て、なんかちょっとなんかハッてってちょっと止まってたからさ、うんおってなったらなんか普通にリモコンチュチュって操作してなんかさ、普通にまた思わず見始めるからさ。いや、じゃあなんか違和感はあったんだけど、順番が逆だったね。スキップした後になんか違和感が出てきて、スルーされた時にさ、うん私もどういう顔しているか分からなくてさ、ちょっと待って、このままだとなんで反応なんか甘さを見続けてしまうってなって。いや、一箇所なんか入れてたの。いいしかじゃないよ。どんな気持ちですか？どんな気持ちですか？ほら、バツ女子の方に相談今無料キャンペーン中なんですけど。キャンペーン中なんだ。うんネタばらし早くない？それは私も思った。焦りすぎてない？さやさん。焦った。俺がまだ考えて今さ、えってなってるさやが答えを言いに来たの。ちょっと不安になりすぎちゃって。許して。待って、何してる？
バツ女子の方。これさいや、これシークファーに広告さ、映った時点でさ、俺も、どういうことってなって。意味わからん。脳がさ、ベベは知らない。俺知らないんだよ。ベベ知らない。ベベもびっくりしてる。なんか聞きやすい声だなぁ。優しい。吉田君でしょ作ったの。はい。俺のせいでちょっと時間が。それ今日一日で作ったんで。音声検索なんで。音声そう。めちゃスケジュール。でもマジ無茶スケジュール毎に回何さやのドッキリって吉田君をどうこうしないとできないようになったり。でさやってほら無力だからさ。方が重い何の広告だって思いながら本当に真剣に見てさ序盤適当に見てたからなんか会議が力を取り戻しつつあるからしか内容入ってこなくてバツ女子さんの話聞いてや。マジで入ってこないんだな。3回ぐらい入れてほしかったよね。動画全部見て。動画の中に3回入ってたら、うん。違和感に徐々に気づいたの。確かに3回入れたらよかったんだ。 3回連続で同じ広告を。じゃあゆしらくん次からそうしよう。次3種類作ります。うん次3種類やろう。何のフィードバックしてんの？ありがとうゲンさん。次に生かすよ。何これめちゃめちゃ面白い企画じゃん。めちゃめちゃ面白い企画なのにめちゃくちゃネタバレしなかったじゃん。私が耐えられなかった。あ難かったですね。ー難かった。どんな顔してればいいかわかんない。いやそうどんな顔していいのかわからなすぎた。これも 3D アンモスももう終わってしまうってなって。あ 3D アンモス見切っていうノリでもよかっー確かに。途中でもう書き出す時間かかりすぎて、途中から真っ白くなる。10分ぐらいからもう。もうギリギリのラインじゃん。かかると思って。もう無理だ。2分ぐらいしかなかったら気づかれると思う。た。この時点でバレる。じゃあハリボテすぎるじゃんこの動画。めっちゃハリボテ。びっくりした今。みんなで作った特貫工事です。ちなみに後ろ真っ白のさやも知らなかった。今動画が撮られてるんだと思うとうん。違和感でしかない。さやなんでこの動画のチェックのモチベ高すぎるだろうと思っちゃって。いやでもさやもねやっぱチーナッツの動画気になりますのでね。だけど今じゃねえだろうと思いながら。あとねすごい勘のいいガキな記憶があるんで。うん。藤原さんパラちゃんってあーちゃんそれパラちゃんのパラちゃんそれバレてない？何かに配慮している。何かに配慮している。いやなんか別になんかスッて通り抜けてったんだけど、珍しいなって思ったの。あーはいそうですね普段はちゃんってね、はいうちの子の名前そのまま呼ぶから、なんでパラちゃんって言ったんだ今って思ったんだけど、まあ勘のいいガキすぎる。すぎる勘が良すぎる。でも別になんかそれで気づいたとかじゃないんだけど、違和感の積み重ねはあったよね。これじゃあ撮ってたってこと？撮ってた。いつから？先週のね月曜日ぐらいにベベになんかドッキリしたいんだよね。なんかいいドッキリないって聞いたとこから始まり。先週の月曜ってだってさ、さやへのドッキリ動画上がった収録はね。そうそうそう。正解さ、ゲンさんからのドッキリが終わった直後にさ、白くんドッキリやりたいんだけど、この流れさ、断ち切らないとドッキリチャンネルになっちゃうんだって。エンサ。しかも始まる直前にさ、ゲンさんにさ、ちょっとお茶取ってきてとか言ってさ、意味わかんないことお願いしたじゃん。ここにかけたね、カメラがね、映んなくなっちゃって超びっくりしたの。ここにカメラあるじゃんカメラ、本当だ。そ本当に気づかなかったよそれは。う。ほら、匠。さやさんがさ、一番気合い入れて書いてたさ、男の子のとこに決めてそれが一番ヒントだよ。このさ、左下見て、キャンペーン参加には条件がありますって書いてさすがにこれでもバレるでしょこの絵は。バレる？気づいたよだって。だってデジタルで描いたんですよ、さやさん。さやの絵だよ。これはどう見ね。ても。声もだってさや。いや、そうなんだよな、声な。そうすごく聞きやすいなというか。あら、ありがとう。でも、あれじゃないベベ、ドッキリかかっても気づかないですよね。確かに。二重で気づいてないじゃん。ダブルで気づいてない。やっぱ違和感ってあったんだよ。さやさんがここに振り入ってくるのおかしいし。それは絶対おかしい。いつもと違うことって、もっと考えなきゃダメなんだな。でも思うね、違うの。ここで止めたじゃん。うん。止めた時点でさ、もう僕の頭だから整理を始めてるわけ。止まるぞ。この広告止まるんだ。あれできるぞ。確かに。どういうことってなって。ちょっとね、一日だとやっつけすぎたね。いや、楽しかったね、でも。楽しかったね。でもね、この企画にね、こうちょっと全面協力いただいた吉田くんにはね、ちょっとカニをおごるって話しちゃったから。カニをおごる。ちょっと社長、カニをおごってくだこのさい。動画制作費高っ。
社長よろしくお願いしますね。じゃあ吉田君に検証企画やるか。検証チーナッツ側でやるわ。ある日突然北海道にカニ食べ行こうぜって社員を誘ったらついてきてくれるのか。行くね。行くんだ。全然検証にならない検証終わったわ。行くんだ。じゃあゲンさん、今回の広告の結果はいかがでした？無料キャンペーン申し込みしたくなりましたかな？ガバすぎるだろ。ってことはさ、完成？そうです。動画がそうです。一本？そうですよ俺の知らない間に？そう、先週オープニングとタイムラプスをもうすでに撮って、クジラさんに渡してあるので。吉田さん編集してんの？はい。あクジラさんにはね、ゲンさんから昨日これをやってくださいって言われたけど、それは一旦スルーしてこっちやってください。スルーさせる。そうだけど朝会の報告はそっちやってる体にしてくださいって言って出たらまたそのやりたい。そうそう。かわいそうみんななんか最近。よかったね、ゲンさん。動画一本のプレゼントだよ。こんないい広告作ったのにさ、うん。すごいなんかぬるっと消化されちゃったじゃん今。そうだよ、ゲンさんがさ、俺のせいじゃないから。なんか無反応だったこのままか使ったらいいじゃん。確かに。チーナッツの動画をぜひ見てねっつって。確かにね。チーナッツのアマースの動画にはこの広告入れとくわ。ら。もういや私ちなみに超自然律事務所は都市伝説解体センターのオマージュです。そんな感じした。いいねここで。いいでしょ？漫画描いて。え？このバツ女子。バツ女子も早すぎないちょっと。あ、ちなみにこの文言も全部吉田くんが作ってくれてる。全部吉田君や。そうだからカニを持って社長全部吉田君なの。原稿も？原稿も吉田やらせすぎだろ。私本当にいただけ？企画立案と、この絵コンテと、最初ナレーションどうするのかなと思って、AI に喋らせようかなと思って、書いて送ったらね、さやさんに。ナレーション取らなきゃって思ってたんだよね、ありがとうって言って、そのまま撮りました。ちなみに今朝撮った。先週の木曜日から今日遅れたら撮りますけど、音沙汰がなかったね。今朝ゲンさんがお風呂入ってる間に撮った。そんなことが行われてたんだ。そう。どこで撮ったの？自分の机。何で撮ったの？ iPhone。そうだよね。広告にしてはなんか音がなんかあれだなと思ったんだよ。おい、ベベは聞きやすいって言ってくれたんですよ。聞きやすかった。でもこういう広告ってこういう音質だった。確かにたまにある卓録だなっていう。じゃあなんか卓録だなと思ったの。卓録だな。中身よりそっちそう音始まった瞬間になんかさ浅いとこで音鳴ってるからなんかさこれは卓録なんだってすごい思ったんだけど、でもギリギリ見れるさ音声取れるから iPhone ってすごいんだよね。そこなんだ。謎の関心。なんかずっとずれてるね。最終的になんかさ、ゲンさんの反応がどうこうよりさ、ゲンさんがさ、こっちのガバさを気づいていく方がおもろかった気がする。よし、でも次回はね、もっと高クオリティなドッキリを目指して頑張ろうと思います。じゃあ今回のみんなの頑張りに一言。最後まで雑だね。楽しかった？楽しかったすごい。あ、よかった。すごいかけがえのない時間になった。かけがえのない時間にはなった。広告だったけど、うんスキップしたくないかけがえのない時間になったよね。なった。スキップしたけどね。非常にいいはい。広告でした。ありがとう。頑張った甲斐があるよ。でもこれなんかさ、本当になんか何この広告っていうのでさ、謎の広告としてなんかこれが都市伝説になってしまうよ。このまま問い合わせしても何も起きないさ、謎作るか。あ、やばい。なんかすごい面白そうじゃない？確かにね。新しい企画思いつきそうですね。おめでとう。ちょっと松丸さんに連絡してちょっとリドラコラボでそういう謎解きを超自然律事務所で超自然律事務所でクソ広告風都市伝説解体センターの僕じゃやめようそれはじゃあやめとこうこういう仕掛け方面白いね。もういい企画。いい企画。新しいアイディアを思いつきましたね。画。おめでとありがとう。なんか方向性おかしなことになってきたけど。というわけで、ありがとうございます。イエーイ。さやさんの広告ドッキリは大成功でしたイエーイ。歯切れ悪い。